んにちは。わびナビゲーター森前でございます。さて、前回に引き続き今回も名将木村正彦先生のところでの特別な内容をご紹介します。ご無理をお願いして神の手と言われる先生の特別な技をご披露いただきます。名も知れぬ木がどのような姿に変わっていくか、ぜひご覧になってください。さあ先生、実は今日お願いするといったこの木なんですが、五葉松、多分ね70、80年は経ってると思うんですけど、ご覧の通りでこの鉢の中で多分植え替えもされないで伸び放題になって、ただこういう木は先生、今農協の売店とか園芸センターでみんなのお小遣いで買えたり、これ私たちプロの世界に出ると買い手がつかないっていう、本当ですね、かわいそうな状態なんですよ。じゃあかといって庭木じゃありませんから、鉢に入ってこんだけ作るの大変なんですよ。それがみんな1万円するかしないかで買える。だからこれをなんとか少しはみんなが楽しめる気にならないかっていうところで、先生にご無理お願いして今日はちょっと見ていただこうと思って、この状態でこれがどのような木になっていくか。気づけはなくて丸勘で素直は素直なんですが、それとまたこの大きさですよね。そうなんです。これはもうこの太さに対してこの大きさは何しろ大きすぎると。これはね、放置されてね、ひどい目に遭ってる木ですよ。でもよく生きてたと思います。なんとか。はい、わかりました。よろしくお願いします。最初にどこを正面にしたらいいかと、それを考えなきゃいけないんですね。でやっぱりその実つきの正面っていうのが大事なんですね。これ回してみますとね、ここらから見ますとほとんどまっすぐですよね。一回り回してみますからね。これでちょうど戻ったところ、この辺は結局この模様がこれあるわけですよね。やっぱりその先生、薄い模様っていうのは大事なことなんですか。大事ですね、これ。でここを正面に、そうすると今度はあとは正面が決まれば今度枝ですね。枝を決めていかなきゃなりませんけれども、これほとんど枝を抜くようになると思います。まず最初この下、これなんかもう本当にね、下枝っていうのはどうしてもこういうふうに弱ってしまうんですね。これようやっと生きてるようなもんです。なかなか下枝って切れないんですけどね。愛好家の人ってそうやって枝を大事にしすぎちゃって、そうなんですね、木姿が出ないんですよね。でこれもやっぱりいりません。でこれあとは陣にしますからね。でこれもちょっと長すぎるからこれ切っちゃいます。これからがちょっと難しいですよ。長い枝があって、ここに短い枝がありますから、こういった枝は食いつき枝といって非常に大事な枝なんですね。でこの枝だけはちょっと残しておきましょう。これからどうなるか分かりませんけども、取るようになるかもしれませんけども、私もまだよく分かりません。大きい方を取っちゃうんですね。大きい方を取って小さい枝だけにしちゃいます。やっぱり先生、こういう枝落としの作業っていうのはいずれにしてもまず木が健康でなければできない。いやもちろんそれはもう絶対の条件ですね。でこれがね、おそらく後ろ枝になると思います。小さく。盆栽で大事なのはこの後ろ枝なんですね。これも長すぎるな。ここにいい枝があるんですよ。これがとってもいい枝なんですね。引き枝ってやつですね。そうですね。これをなんとか使うようにして。で今度上の方行きますと、ここ正面ですと正面から突き出てるような枝、これ取ります。いいですか、頭取っちゃって。樹幹の位置ですね。これはもう頭はね、天舎利ってやつですね。天舎利でもここまでだな、いくら大きくしても。先生、もう半分以上枝がなくなってますけど。もうなくなっちゃいますね。これはこれを皮をむいて
転写に残しておきます。どこまで残すかはまあこれから考えますけども、それでこれですと今度頭がないわけですよね。はい。頭をねどれかに作んなくちゃいけないですね。枝を今度は樹幹に仕上げていく。そうですね。やはりよく私たちも昔から言いますが、五葉松は樹幹を仕上げるのがとても難しい。難しいですね。これは何の木でもそうですね。これ今水が上がってるから、はい、皮もくるっとすぐ剥けますからね。やっぱりこういう立ち姿の木っていうのは、その残された枝陣っていうのが結構風景を出してくれる。そうですね。やっぱりそれはよく自然の立ち木なんかを見ても、下枝がなくなって枝元の陣が残ってる姿ありますあります。じゃあその姿を出すっていう、これはもう自然界のね、そういった野山を見れば、そういう姿は必ずありますから、ハサミ。もらってもいいかな。もう寂しい姿になっちゃいましたよ。いやいや、これ見てください。なんか取ったやつのがずっと多くて、わずかに残ってる。これ大変ですよ、こんな。でもね、これがこの木を今まで生かしてくれたわけですからね。これをね、なんでその陣をそこに作ったかっていうと、その陣に枝を引っ掛けるんです。その針金の、そうですそうです。押さえになさるわけです。そうですね。こう引っ掛けといて、それでこうやって針金をしっかり固定させて、この枝を思いっきり下ろしますから。これ今水が上がってるから幹はとても柔らかいんで、こういった作業はしやすいんですね。まあ一般の方はこの新芽が収まるまでっていうのは普段はね、葉を傷めるから触れないですけどね。この芽がちょうど動いてる時はちょっと無理かもしれないですね。芽が出る時はですね。でこれがね少し長いから短くするために曲をつけて短くします。やはり枝も直線的なもの面白くないですか。いやそうですそうです。ちょっと待ってください。意外とこのねこういった名木の手直しっていうのは割合楽ですけど、こういった荒木の初めて盆栽になるような木っていうのはこれなかなか難しいのは難しいんですよ。いや、僕らもよく小僧の頃に名木の細かい手入れも大事だけど、木ができていないものを一番初めにやる仕事はその木の一生を決めるものすごい大切な仕事だってる。そうなんですよ。もうこれで将来決まっちゃうんですから。だから将来良くなるか悪くなるかこれ今決まるんですね。どちらかというと先生のところの針金は必要な部分をかけて、必要のない針金はもう年中それ言ってます。針金はできれば少ない方がいいんですよ。そうですね。木には負担かかりますもんね。もう全然針金はゼロでね、針金かけができれば一番いいんですけどもね、それはできないんで、なるべく針金を少なくしろっていうことは絶えず言ってます。やっぱり小川先生、これが3つ同じ高さに寄りすぎてる。そうですね。じゃあこっちの上を使おうってことですか。
でこれはねやっぱり必要なんですよ。ちょっとここはね同じような位置ですけどね、まあここのところだけはまあこれが自然のものですからね。ちょっとそれは、はい、許していただいて、これで針金では要するにそのある程度限界がありますもんでね、あとはこの枝を引いて、釣り針がってやつですね。そうこれをね助ける下へ下ろす力を引いて助けます。20番。それにはやはり傷をつけないようにここにちょっとゴムを当てて、はい、これ大事なんですよ。やっぱり首を絞めてしまうから。そうで少しこれあまり転写にしてもこれ太すぎるんでちょっと細くしちゃいます。これから頭立ってますから。だいたいこの太さぐらいで頭全部上に持ってっちゃいます。まさにこう風雪でその天が枯れて、そうですね。その木が痩せていく姿にしていくわけです。そうですね。まあただこの転写りもねどこまであったらいいか、これもただ長ければいいってもんじゃないんでね、限度がありますからどの程度がいいか。じゃあこれからちょっと機械使いますからね。これは先生とても変わった作りのドリルですけど、何か先生加工なさってるんですか？もうこれで今まで全部もうこれもう何十年も使ってます。今あんまりこの形見ない。これでこれをこれは少しね先生今木をもっと枝だったものをそうです樹脂に見せるように立ち上がらせるためにそういうことです。幹を裂いてそう沿わせて、もうこう、はい、でないとこの枝ですからね、横から出てるのこうなりますから、できればこう素直にね頭らしくするためにはこれが必要なんです。この横にあった枝をはい樹幹にするのに幹を裂いてそうなんです角度を上げて枝が横じゃなくて斜めに出るようにして、そこからまた針金で持ってくる。そういうことですね。これは皆さん今までこういう木を作るときにあまり技術的には経験がないことかもしれません。はい、このね五葉松のこう新芽が出ると古い葉をね邪魔だから余計広げるんですよね。でこれを取るとこれ綺麗なんですけども、あんまり取りたくないんですよ。だからこれを取らないでね針金をかけると。それで俗にプロの言う目起こしというのを目起こしっていうのはそれちょっとねやりますからね。これはもう本当のプロのね。いや特に木村一門の目起こしというのは他とは全然違うということはよく伺います。そうですか。これこの葉をねできれば取らない、なるべく葉が少なすぎるからですね。葉はつけといた方が木のよくためには私たちはこの下っ端を取ってきれいに下を見せるんですけどね。これ取らないでやるにはここまで来たらば針金がここまで来たらばこれをね全部この
針金を巻き込んじゃうんです。この針金で菊の花がね、ああ、下からこうこのこういうふうにああ、なるほど。これから秋になるとね、え菊花展があるでしょ。はいはい。花びらがみんなね、よくこう下で輪で支えてますよね。全部輪で支えてるんです。輪を作るんです。これ。ああ、じゃあこれでこの下をこうで今これこうぶり下がってたのが全部上がっちゃったでしょ。切ったんじゃなくてこう上げたんです。全部これ切らないで古い葉を全部上げちゃったんです。でそれにはね、ここへ針金が来なくちゃ上がらないんですよ。最後がふっと全体を支えないといけない。これね、難しいのはちょうどここへ針金が来ないといけない。っていうことはこう針金をこうやっている時にもうそれを考えながら手で覚えて。そこへちょうどここへ来ないとダメなんですよ。これ行き過ぎちゃうとダメだしね、来ないとダメだし、そこのところがちょっと難しいんでね。私たちもそれなりに修行はしてるんですけど、結局この御用の目起こしってなると、先生一門の目起こしの美しさは誰も勝てないって言うんですけどね。それがね難しいんですね。これちょうどぴったしそこへね来ないと目起こしにならないんですよ。で今度これもやりますからね。今度これを起こしますね。はい。でこれがね、もうこの辺から歩幅を合わせないといかないんですね。ここへ行かないんですよ。でこの辺からも考えて、その手前でもってちょっと螺旋を細かくするか粗くするかでちょうどここへねうまく持っていくようにしなくちゃいけないんですよ。これでここへ持ってきたらこれで全部、そうすると全部その下へぶら下がってる枝が一本も抜かなくて全部上がるんですね。こういうふうに。なるほど。ここでこう巻いちゃう。隣と比べるとよくわかりますね。そうです、そうそう。これはまだまだこれね。でこれ全部こういうふうにやって全部上げていくんです。でこの小枝までよくかける人がいますけど、あんまり小枝はね針がかけると傷む原因になりますから。逆に中枝の小枝は上に向けてこうなってて、膨らみを持たせた方がいいってことですね。そうですね。大体こんなもんです。ただその難しいのは枝の長短をこれつけていこうかと思って、長い短いをね。ただ三角じゃなくて。そう。だからこれをうんと短くしてこれを今度長くしてみようかと思って。結局天にシャリがあるってことはそんだけもう老木の雰囲気を出すから、枝が抜けたりなったりする弾みが出るんですよね。本当出ないです、それは。この荒針金の大体の成長は大体ね今ね、ちょっと最終的にちょっとチェックしなくちゃいけないんですけども、なるほど。大体針金は一通りかけてみました。なんかさっきのボコンとした木とは打って変わった姿になっちゃって。それで問題はあと頭ですよね。この転写輪をどこまでにね伸ばしておくか。どうですか。いやもう先生のここだなという感じのところで。ああ、なるほど。これあとシャリの仕上げはあときれいにね、やりますけども、とりあえず今の段階ではここまで。まさに一本立ちのこうたなびく木立ちになりましたね。さっきのあたりはただのボサボサの鉢植えだったんです。さっきのと最後に比べてみればね、どう変わったかっていうのがよくわかると思いますけども。先生どうですか、今世の中で若い人が盆栽やったり、その盆栽教室みたいなところでいろんなことやりますけど、皆さんどうしても今中品とか心拍とかやりますけど、やっぱりこう一回荒れて傷んだものをこういうふうにもう一回作り直す、こういうことを忘れないでほしいと思ってるんです。これはもう絶えずやっておかなくちゃいけないことです。それはもうどんどんやはりね海外へ流出していってなくなってしまうんですからね。日本でもって次のねことを考えて作っておかないと。例えばこんな木でもこれだけなのにね、半世紀ではできてないと思うんですよ。これだったってこれまた何年後ぐらいにはね、一つの見られる盆栽になっていくかもしれませんよ。あのまま放置しといたらばいつになってもあれですけどもね、
まさにこうなるんじゃなくて悪い意味で自然に枝がなくなっていく。そうですなくなります、どんな木でもやっぱり命にあるものですからね、売り物に今考えなくていいんですよ。また何年か後にはこの木だってね、びっくりするような展示会飾れるような木になるかもしれないですね。だからその次の代のことを考えてやっぱり作るべき、プロというのは先のことも少しは考えて作っておかなきゃいけないと思います。はい、日本人ってこれを何年も何十年も続けて盆栽残してくれたわけですからね。そういうことですよ。戦争の時ですら水をかけてた人たちがいるから樹齢300年の木が本当残ってるわけですから。そうです。だからこの木だって今まであんな姿でもとりあえず水をかけて守った人がいたわけです。いたわけですよ。こんな鉢にちゃんと入って生きてるんですから。だからここからもう一回この木が世の中に盆栽としてね、人に楽しんでもらえるようになってくれれば。そういうことです。はい。まあ先生、今日は忙しい中、こんな中の仕事までしていただいてありがとうございました。とんでもない。いいじゃないの。この緩やかなこの模様があってさ、まっすぐストーンとしてるね。五葉松らしくて。いいと思うよ。ああ、これ。はあ。でこれこういうふうにやってつけるんです。これで先生生きるんですか？もう十分です。これだけあれば。これで。はあ。これをね、まあいろんなところにつけて、でこれはもうね、もうこれですから、どんな隙間でもこれ入ってる。なるほど。これが先生が取り木じゃなかったら絶対つけられないですか？いやいや、鉢のもんじゃこんなところでつけられないですよ。それで無理に根っこをね、こんなところへ入れようとしたらね、木が傷んじゃうんですよ。これはもう先生、じゃあオーダー創作ですか？そうです。これ外国の方の。外国の。じゃあ先生、この板もその材料ですか？これがね、2つ注文なの。じゃあこれが立つんですか？またこれが立つんです。こういうふうに立っていくわけですか？そうですそうです。はあこれは皆さんなかなか見られないと思います。これもうこれだけ根っこが出てればね、もう切っちゃっても十分大丈夫。この中の根がこう出てればいいわけですね。はあ。皆さんも挑戦できるかもしれませんよ、これ第二の木村正彦になれるかも。でこれが大体ね1ヶ月半で取り木できますから。根っこを締めてから。そうこれ大体それはこの春先なら大丈夫なんですか？もういつでも今やっても大丈夫です。大体1ヶ月半でこういうふうになります。根は。皆さんこれが木村マジックの創作の元だとは誰も思わないですよね。でもこれみんないい勉強です。これ挑戦になりますよ、これ。さて皆さん、名匠木村正彦先生のアトリエでの1000円の松の改作作業はいかがだったでしょうか？あれから1週間、先生から羽生の打竹亭へ松をお預かりして、とりあえず今の段階でできる仕事を終わらせてみました。今皆さんの前に飾られている木は1000円の松です。現在はまだ本来の鉢合わせはできません。とりあえず飾りに耐えうる程度の深さのシンプルな鉢、つまり根をあまり崩すわけはいかないので、床の間に飾れるだけの取り合わせをさせていただきました。ご覧ください。バサバサとした誰もが見捨てたような木が今こうして床の間に掛け軸や置物と一緒に飾られています。盆栽はそれをどうにかしてやろうという人の愛情、そして技術、それによって大きく変わります。人も同じじゃないでしょうか。その人の良さ、その人の素晴らしさ、それを何か見つければ光り輝くものがあります。それではこの飾りの説明をさせていただきましょう。木村先生が仕上げたこの木は木立のように立ちすくみ、そして天の部分が長い風雪で枯れ落ち、または落雷のような天災によって抜けて、自分で自らの姿を作り上げた世界を描き出しています。立ちすくむ姿、それはまるで峠に立つ一本の木立にも、または山の上に立つまるで
孤独の中に自分の生き方を立てているような姿にも見られます。今回はこの木の将来を考えた飾りをしてみました。松風を感じるような木立、見上げればそこに高校と月があります。大阪で活躍した明治時代の画家武部白鳳による絵です。輪郭のすっきりしたこの絵は秋から冬へという月の姿をよく描き出しています。その脇には九谷焼の美しい着色をした旅の僧の姿、西行法師とも見とれるこの姿は、ちょうど松の根元で旅の疲れを休んで月を眺めて物思う姿にもとれます。一つの盆栽がここまで来るのに何人かの人が携わってきました。私たち盆栽家はどうしてもその時に美しいもの、その時に明日お客様に見てもらえるものに目が動きがちです。でもこの木を見て反省し振り返る部分があります。ああ、こんなもの手間もかかって売り物にもならないと。そのような木がどれほど日本にあるでしょうか。それを木村先生のような名匠が一つの自分の大きな見据える目で捉えれば、このような姿へまでよみがえります。木村先生はいろいろなことを教えてくれました。ご自身が数千万と言われる木の開発までできる先生、その先生がわずかなこの木のために費やした半日一日、先生にとって木の価値、木の流通の価格というのは、木を作る時には存在しないことがあの時の姿勢で分かりました。私たち盆栽人はその心を皆等しく持たなければいけないと思います。私ども打久亭はこの木を大切に育み、しばらくの間売り物ではなく盆栽人が失ってはいけない心を、この木を象徴として守って育ててみたいと思います。ぜひ皆さん、いろいろな場面で見るなんだこの木っていうものをもう一度よく見てやってください。もしかすると次の時代に盆栽界に残すものがその中に一生懸命命をつないでいるかもしれません。今回は木村先生が私たちに教えてくれた技術を超えた盆栽人の心を見せていただいたと思います。いかがでしたか。神の技は80歳を超えた今でも健在です。私たちの想像を超える作品が今日も明日もここで生まれるでしょう。もし今日よかったよと、もっとこんなものを続けてくれと、そんな気持ち持っていただけたら、ぜひチャンネルの登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。